始めます。お願いします。はい。時間になりましたので、始めさせていただきます。皆さんこんばんは。ドロです。よろしくお願いします。早速なんですけど、今日も前回もまたちょっと音声のトラブルがあって、すいません。しめじさんいつもありがとうございます。よろしくお願いします。あれですね、音声聞いてたら BGM がやっぱ2つ絡んだりとかしてましたね。はい。ちょっと、不具合が後で見つかりました。すいません。で、今日も今、TikTok の方がもう全然動画の言うこと聞かないっていうか、出てません。なので、TikTok の方はもうほぼなんか死んじゃったような状態になっております。YouTube の方は一応今んとこは大丈夫そうです。はい。という状態であります。なんかもうほんとわけわかんないですね。はい。トイラさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。YouTube は順調そうです。多分。はい。はい。早速、今日なんですけども、まず、そうですね。僕、オリンピック見てるので、オリンピックの方ですけども、銅メダルが出た昨日、銀メダルが確か、高木さんでしたっけスピードスケートの。はい。出て、もう一人銅はこれ誰か知らないというか、誰だったんだろう。で、今日は、さっきまで1500メートルを見たりとか、それから、フィギュアのショートトラックでしたっけショートトラックっていうの、ショートプログラムか。羽生選手のちょっとアクシデントがあったのも、ちょっと見ました。はい。メダルがね、取れればいいかと思うんですけど、でも本当に、ここに高梨沙羅さんの中のユニフォームの事件みたいなのが、ユニフォーム失格みたいなのがあって、結構大変だったみたいですよね。はい。そういうトラブルもありつつっていう感じで、本当に夜ちょこちょこオリンピックを今楽しんでる状態であります。はい。で、全然ちょっと関係ないです。また長野五輪の話しちゃいけないですけど、スピードスケートの、解説で清水って前、長野五輪で金メダル取ったすごい太ももの500メーター弾丸でに走ってる方当時、すごいなんかあんまりこう、実はいい感じがしなかったっていうか、その雰囲気的に、ちょっとこうツンとした感じがしてたんですよ。アスリートだなとは思ってたんですけど、いろいろね、ストイックにやってるからと思ったんですけど、解説者になった瞬間に、急になんかすごい笑顔でニコニコしていて、ちょっともうギャップ、久々見たかもしれないギャップにちょっと驚いたというか、そんな感じがありましたね。はい、今日もNHK と8時台ちょっと帰りに車の中で見てきたんですけども、はい。という状態です。はい。それではですね、早速もうちょっと TikTok の方は半分、ライブがもうできてない状態なんで、ちょっと、そうですね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとラスト、これ、一回、ちょっと今、自分のアカウントから出るように、ライブのやつを、ちょっとごめんなさいね。やっぱライブができてないんですね。多分。はい。できてないっぽいです。ので、もう、しょうがないです。はい。じゃあ、YouTube の方で参りたいと思う。お花さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。はい。すいません。ちょっと今 YouTube じゃなくてTikTok の方がちょっと不具合があったので、今日はしょうがないなと思っています。はい。それでは、今日なんですけど、今日も決算とかがあったりするので、11時半に相場を見ながら、決算の後半戦ということで、米国株の方をね、お話ししていきたいなと思っております。はい。その前に、
まあ、いっか。教育関係の方で一つちょっとまたニュースがあって、ここからすいません。いつも雑談みたいになってしまって、教育関係のニュースあると気になっちゃうので、これ何かっていうと、小学校30人学級という、見出しになってます。まあ、鳥取県で人数が減らすことは目的ではないというふうに書いてありますけど、まあ、このね、コロナの関係から、まあ、どんどんその教育っていうのがオンライン化もそうですけども、まあ、結構難しい状況になってきて、で、まあ、全学年小学校30人にしようかっていう話があるようです。で、最初に段階的に35人学級を導入して、で小学校1、2年生にはまあ、すでに30人学級になってるということですね。で、3年から6年までも30人学級に段階を、まあ、移行していくということになってるようですね。で、まあ、30人学級に学力向上をはじめ、いじめ防止、不登校対応など良い影響を与えないといけないということになっております。それでですね、まあ、ちょっと、ここでまあ、有権者の方、有権者というか、この出席した、まあ、こういう有識者っていうんですかね、の方が、なんていうかな、人数減らしても必ず学力アップにつながっていないということを指摘しているそうです。まあ、これですね、本当に抜本的に変えるんだったら、もう35人とか30人のレベルでは実はないとは思います。学習塾でも、やってたっていうか、そのグループ学習とかでもそうなんですけど、皆さんも例えば、会社の会議とかミーティングで40人になってるとこと35人になってるとこと30人になってるとこと、これって会議には当然ならないですよね。何を言ってるかっていうと、もうその事業っていう形のものっていうのはかなりもう難しくなってると僕は思うんですよ。一斉事業というかね。一斉事業の限界っていうかね。だから40人に同じこと喋ってももう難しい状況。小学校なんかもなおさらだと思いますね。発達障害の子とかも当然いますし、もう同じ学年で揃って同じような勉強をして学ぶっていうのがもう限界に来てる気はするんですよ。未だにまだそれをまあ公務員を増やしちゃいけないのかわからないんですけど、35人とか30人って言ってて、これはもうそういうレベルではないとは僕は思います。はい。まあ、強く。あと、一人の先生が、個別に対応して、学校としてね、学ぶことっていうのは、僕的には12、3人が限界かなと思ってます。本当に。だから、例えば、1クラスに、副担任もなんか入れて、3人ぐらいの体制とか、何か、先生3人と、まあ、30人学級とか、そういう感じでもいいし、授業のスタイルがね、もう変わらないと、本当に難しいなと思いますね。まあ、小さいグループでやっていくというか、うん。もう、同じ時間内でも習熟度クラスができたりすることももう出てくるかもしれませんしね。同じことをね、やるのはもう難しいとは僕は思います。うん。で、まあ、ここにちょっと、小学校4年生から中学校2年生まで個別学力を可視化する個人カルテを作成。未だ、やっとですね、これ。個人カルテを作成ってもう昔からこんなのね、学習塾だと当たり前にあることなんですけど、遅いなと思います。例えば、まあ、オンラインで授業ね、面白い YouTube とかの授業を進めちゃって、学校の先生は、それでこう見て回ってディスカッションしたりとか、そういうこう導入したりとかする、もう
授業は授業で、なんかモニターとか見せて、で、先生は他の、個別でまあ、やれることを考えた方がいいと思いますね。はい。前からずっと思ってます。はい。中身のある質のある高い授業ができるように市町村と協力していきたいって書いてある。いやー、無理だと。いや、学校の先生やること多いですもん。はい。本当に。アンケートとかね、集計とかね、保護者対応とかめちゃくちゃ多いですよ。だから、学校の授業を質が高いっていうのはね、もう限界があると思います。本当にこれ、どうしたらいいかと本当思いますね。なんかすごい後回しされてる感があったので、ちょっと紹介をしました。すいません。どうしてもこういうのをね、切り込んでいきたいので、ここだと喋れるのでね。はい。それじゃあ、10分経っちゃったので、早速ね、今日の特集というか、昨日までの相場の動きとか流れを説明していって、今日のね、相場と、あと、決算の後半戦について説明をしていきたいと思います。今日はほとんど米国株中心でね、話していきたいなと思っております。はい。それでは最初に相場の振り返りからパッパッといきますか。アメリカ。あ、そうそう。今日からね、ちょっと導入したものもあります。新しく、ちょっと見栄えがいいように、これ、見えますかね。現在のナスダックの、1分足です。はい。これもうテクニカル全然効かないですよ。今、ナスダックの先物の1分足ですね。で、まあ、相場始まった時に、ちょっとナスダックと S&P とダウは出してみたいなとか思ったりして、今これ現在が、ナスダックの1分足ですね。動いてますよね。はい。ちょっと楽しんでいただけたらなと思っております。あとこっちがね、今ちょっと上がっちゃったので、変な、イーサリアムですね。イーサリアムの1分足になります。ちょっとごめんなさいね。1分足、上の方行っちゃいましたね、これ。どうやったらこれ、見えますかね。リスクリワードが書いてあるのに、1分足にするとすごい細かくなっちゃうので、なんでこんな上行っちゃうんだろう。はい。今、こういう状態、見えますかね皆さん。はい。これ、イーサリアムの1分足。実はこれ、イーサリアムを今回出したのは、1分足出したのは、チャートの動き見ていただくということと、3000ドルっていうところ一つポイントにしてたんですよ。イーサリアムを。今もう突き抜けそうですね。3092ですね、今。そう。この3000ドルあたりから、今ずっと1分足でも登ってってるんですね。で、多分、11時半になった時に、これね、ちょっと小さくしますね。仮想通貨も動きがちょっとあるんじゃないかなと思って、今回はちょっとイーサリアムを、出しました。はい。これちょっと動きを見てね、楽しめたらなと思っております。ナスダックもそう。ナスダックは上がったり下がったりしてますね。で、もし、土曜日なんですけど、テクニカルとかがやれれば、1分足じゃないんですけど、ちょっと短い足で久しぶりに、短いこういう出てる時に、テクニカルを引いてみたいとか、ちょっとやってみようかなと思ってます。で、仮想通貨も調子出てきてるかもしれませんのでね。はい。ちょっと説明でしたね。こちらの方。それではですね、市場の振り返りの方いきますね。今現在の振り返りですが、S&P500 先物が、4474ということで、ちょっと4400止まってほしいというところに来てます。ナスダックの先物も今見ていただいたんですが、14,531ということで、ちょっと落ちている状態です。10年国債の方がやっぱり今日キュッとまた上がってきました。
1.61 という状態です。恐怖指数はまだ出てません、そんなに。ここ CFD が出てますね。S&P の CFD が 0.13。これ23時間ぐらい動くやつですね。ナスダックは 0.35 ということでちょっと落としてきています。ラッセルは小型株ですね。これは、ナスダックと同じぐらい落としています。という今状態ですね。はい。で、これを変えて、世界の株価に変えて、そうですね。中国といきますね。中国の方が今日は落としてから午後からキューッと上げていきましたね。なんか午後にキュッと変わりましたね。反転しました。香港はね、そのままあんまり上がらずでしたね。24,300。このあたりちょっと今止まってる状態です。韓国がぐっと落としましたね。はい。逆ですね。この中国と韓国がね、午前と午後で逆の動きしましたね。はい。半導体台湾はまあまあです。その次。インドはあんまり動いておりません。ちょっと低いところまだいますね。17,200ですので。はい。東南アジアはあんまり変わっていませんが、フィリピンがいい位置につけてます。最近フィリピン上昇トレンドでいいですね。はい。シンガポールの方は上がっちゃいました。ちょっと不動産系でね、買いたいので、本当はもうちょっと下がってほしいんですけど、はい、ベトナムはちょっと高いです。高い位置にまだいますね。はい。コモディティいきますね。ゴールドがまたいい位置に来ております。いい位置っていうか、1830近辺までが、いい位置かなと思ってます。シルバーがここちょっと急騰してますけど、でも、多分一回下げてキュンと上がってるので、そう。これがね、前も言ったんですけどね、シルバーとビットコインがどうも相関関係がないのかなってちょっと勝手に思ってます。なので、後で見ますけど、ビットコインも上がってんじゃないかな。から、プラチナとパラジウムも上がっている状態です。原油は、やっとちょっとだけ下がってきました。はい。天然ガスは、やっぱ 4.3 ぐらいで一回落ち着きましたね。今上がってますけど、ちょっと落ち着きました。これ確かサポートラインだったと思います。どっかの 4.3 いくつは。はい。サポートラインで止まったような感じでした。はい。ソフトコモディティいきますね。大豆、コーン。高い位置でちょっと止まってる状態です。小麦が下がってきました。でも、まだ下がったって一時的なものだと思います。はい。から、砂糖、コーヒー、ココアは高いです。コーヒーずっと高いです。はい、今日またずーっと上がってしまいました。ココアも上がってしまいました。はい。また木曜日詳しいとこはやっていきたいと思います。仮想通貨ですね。今日っていうか夕方がなんかピークだったのかな。はい。5万2500までいったんですね。ってことはあれですね。48,000 ドルぐらいまでいったってことですね、これ。ビットコインが。うん。リップルも1ドル超えたんですね。珍しい。どれぐらいぶりだろう。はい。イーサリアムの方が、はい。ちょっとさっき落として、また3000ドルの方に復活してきたような形です。はい。これがね、ちょっとイーサがどうなるかなと思って見てます。はい。という、大枠状態でしたと。はい。それでは、今日ですけども、あと10分ぐらいので、あれ消しちゃったかな。これはどうでもいいんだな。はい。皆さんはこれ見ましたかね。ジム・クレーマーさんの、動画なんですけど、ちょっと僕途中までしか見てなくって、この決算の注目のところを、もし、あれだったら市場前まで10分ほど一緒に見たいなと思ってるんですけど、よろしいですかね。
ちょっと待ってくださいね。出るかな？こっから、この今週のマットマネー。週のね、児童健康保険とか、あとこれ BGM 落としますか？いつもごめんなさい。しめじさんとかこれ音聞こえるか聞いちゃっても大丈夫ですか？いわゆるその政府の補助金プログラムを通した健康保険の、そういう事業の会社なんですけども、ジム・クレーマー、聞こえますかね？他の会社からの買収候補だと思うよと、素晴らしいと思うよと。で、1000点。多分ね、いい決算の数字発表してくれると思うし、株価はね、まだ上に行きうると思うよって言ってるんですよね。なんか良さそうな感じですよね。こう上に行ってる感じですよね、今ね。で、あと一つのヘルスケア会社、ファイザーなんだけどということで、ジム・クレーバーね、このファイザーの決算発表。ありがとうございます。どういう感じになるのか興味あるよって言ってるんですよ。ファイザーですね。発表自体はね、素晴らしいものになると思うよと。ただまあ、決算に向けて自分がね、買いたいかと言われると、まあ、買いたくはないかな、みたいなことは言ってるんですよね。まあ、一時期、ドーン上がって、オミクロンもあったし、COVID 飲み薬もあったし、で、そっから下がってきてるところですけども、まあ、決算注目ですよね。ちょっと多分今週の決算のとこパパーっと言っていくと思いますので、ね。火曜日、自分が一番注目してるのがこれだって言ってるんですよね。チポトレの決算発表あるよと。チポトレですよね。メキシカングリルですよ。で、ジム・クレーマーね、チポトレはこれ期待してるんだって言ってるんですよね。で、去年ね、やっぱね、めちゃくちゃ素晴らしかったから、COVID うんぬんでね。チポトレめちゃくちゃ勝ってたんだけども、そのめちゃくちゃ素晴らしかった去年に比べてさえも、今年ね、10% 前半の、知らない銘柄もあるかもしれませんけども、値動きとかちょっといろいろ聞いてほしいなと思います。もしいい数字出たら上に行きうると思うよって言ってるんですよね。で、僕ね、チポトレ持ってるんですけどもね、確かにずっと冴えないんですけども、まあ自分的にはちょっとね、安心感あるんで、決算楽しみにしてるんですけども、ジム・クレーマー。ただね、やっぱりね、原材料コストの高騰、これがやっぱね、多くの業界で問題で、チポトレもね、それに苦しめられるところがあるかもしれないけども、だけど総じてみればいい決算を発表してくれると、そうやって思ってるよと言ってるんですよね。で、原材料コストの高騰といえば、この火曜日ね、決算発表があるこのデュポン、これも心配だよなって言ってるんですよね、原材料コストの高騰が。これね、大手の化学品メーカーですけども、デュポン。で、ジム・クレーマーね、こういうね、工業株っていうのは、リアルにアップ&ダウン繰り返してるけども、デュポンにとってはもしかしたらね、ダウンタイムになるかもしれないなって言ってるんですよね。デュポンね。まあまあ上がったり下がったりしてますけども。で、ジム・クレーマーね、ちょっと工業株警戒してるから、今ね、工業株多く持つことは難しい状況になってきてると感じてて、だから自分のファンドでは、デュポンの株、利確しといたんだよなって言ってるんですよね。そうなんですよね。ここら辺でね、利確してたんですよね、ジム・クレーマーね。これはね、うまかったなと個人的には思いますけども。まあこれね、原材料コストの高騰が心配で、まあ決算どうなのか聞いてみようじゃないかと。で、火曜日ね、最後言ってんのはこれですよ。ペロトンの決算発表あるよってことで、これね、室内フィットネス器具の、パンデミックの時、どう言って、で、そっから本当に鳴かず飛ばずのね、そういう会社ですけども、ジム・クレーマー。ペロトン製品のユーザー以外はね、この株、ほんと全員今諦めてる状況なんだけども、だからこの決算発表のね、彼らが何を言うのか、ほんとクリアに知りたいよって言ってるんですよ。どうやってお金儲けていくのか、どうやって資金調達していくのか、それを知りたいよって言ってるんですよね。しかも、この金曜日、引け後にこの発表あったよなって言ってるのが、ウォールストリートジャーナルが、アマゾンとか、その他の会社が、このペロトンの買収を出ししてると、そういう記事が出たんですよね。で、ペロトンの株価って、ほんともう見事なね、鳴かず飛ばずだよね。120ドル超えてたのが今24ドルなんですけども、ただこの金曜日の引け後に、アマゾンとかその他の会社が、ペロトンもしかしたら買うんじゃないかと、そういう報道が出て、ちょっと飛ばしますね。ペロトンはいいや。水曜日なんですけども、まず CVS の決算発表あるだろうし、ジム・クレーマーって言ってて、で、そうなんですよね。この日マイナス 1.64%。ですね。ちょっと下がったんですけども、ジム・クレーマー。この下げにはちょっと驚いてるよって言ってるんですよ。ジム・クレーマーね、自分はね、もしかしたら決算前に買ってもいいかなと思ってる、ちょっと早送りとかしてきますね。ネツさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。で、水曜日の引け後なんですけども、ジム・クレーマーね、この週全体で最も議論が分かれてる会社の決算発表あるよって言ってるんですよ。それがね、ディズニーなんですよね。ディズニーの決算発表あるよと。ディズニーですね。自分はね、ディズニーが所有してる知的財産、はい、まだまだ正当に評価されてないと思ってると。ディズニーっていうのはネットフリックスでもフェイスブックでもないと思ってるんだと。ディズニーは唯一無二のものを持ってて、全然死んでないと自分は思ってるんだと。で、ディズニー株ね、大きくね、下がってきてますけども、ジム・クレーマー。もしかしたら自分、決算前に大きく買いまそうかなと思ってるって言ってるんですよね。はい。で、水曜日最後なんですけども、言ってるのが、マテルの決算発表あるよと。TikTok が見えるようになった。これおもちゃメーカーですよね。バービー人形とかね、リトルマミーとか、まあ、もういろんなもん作ってるおもちゃメーカーですけども、ジム・クレーマー。CEO の
ユノン・クライス好きなんだよねと、新しいストーリーを発表してくれると思うよと、彼は今ね、会社をターンアラウンドさせようとしてるから、何言ってくれるのか楽しみだよって言ってるんですよね。で、株価ずーっとね、ボックス圏なんでね、ターンアラウンドあるのかどうかってことですよね。はい、で、木曜日なんですけども、ジムクレーマー。まず木曜日注目ですね。コカ・コーラですよね。ジムクレーマー、これはね、いい決算発表してくれると思うよって言ってるんですよ。でね、コカ・コーラね、最近ね、モルソン・クワーズっていう、これビール会社なんですけども、まあ僕ね、ブルームーンとかすごい好きなんですけどね。コカ・コーラ、お酒出すんですね。ちょっとびっくりしました。モルソン・クワーズと連携してるよなと。で、これね、連携して何やってるかっていうと、コカ・コーラね、アルコール飲料の方にどんどん行きたいんだと。で、日本とか中南米では、すでにね、コカ・コーラはアルコール飲料売ってるんですけども、アメリカの市場では売ってなくて、そこに行きたいから、このモルソン・クワーズと組んで、コカ・コーラ傘下のトポチコっていうね、このブランドで、アルコール入りのハードセルツァー、これを作ってんだと。で、ブランドはコカ・コーラ傘下なんですけども、このハードセルツァー作ってんのはモルソンで、だから提携して、このハードセルツァーアルコール飲料を今年の前半には投入すると。で、このね、ハードセルツァーなんですけども、ほんとね、最近ね、低カロリー、低アルコールということで、需要がね、どんどん高まってるんですよね。これは意外でしたね。モルソンにとってはポートフォリオ拡大につながるし、コカ・コーラにとってはね、トポチコブランドで北米でアルコール売り始めると、いい提携なんじゃないかということで、ジム・クレーマーね、こういうトポチコの盛り上がり、これがコカ・コーラの次の成長につながると思うよと言ってるんですよね。だからコカ・コーラ株、どんどん上がってますけども、ジム・クレーマーこれ楽しみだよなーってことなんですよね。ちょっと CM 入っちゃいましたけど、あと2、3分で始まりますね。市場が。自分たちがさらに株、これか。ここが次ですね。そういうリスクはちょっと少なくなってるんじゃないかと思うよと。ツイッターですね。だからといって、この株、買う理由があるというわけじゃないんだと。安いからっていうだけでもう皆さんも見てれば、チャートわかると思いますけどね。ほんと、どんどん下がってきてますよね。まあ、ほとんど半値になってきてますよね。高かった時から。で、ジム・クレーマー、この会社がね、広告で苦しむ Facebook、メタみたいになるのか、もしくは Google とか Amazon のように大丈夫なのか、それこの決算で聞いてみようじゃないかってことなんですよね。ただジム・クレーマーね、この会社ね、自分たちがさらに株を買いたくなるような動きは何もしてないと思うよと、それが問題だと思うよと言ってるんですよね。はい、でジム・クレーマーね、木曜日残りはハイフライング株で、かつては素晴らしいモメンタム株だった2つのテストケースを観察できるよと言ってるんですよ。それがクラウドフレアとゼンデスクだって言ってるんですよね。ここはちょっとマニアックなところだと思い今買収しようですので、それね、ちょっとごめんなさいね。あとは、だから言ってくださいねとジム・クレーマー言ってるんですよね。はい、ということで、視聴者からセクシーじゃないトラックメーカーになると思うよと。フォードはね、リビアンの株売るだろうし、だからね、このね、ちっちゃい女の子に言ってたのは、リビアンじゃなくて、GM 買ったらどうって言ってるんですよね。GM は CEO のメアリー・バーラン。車の会社、何がいいって聞かれたみたいですね、これ。確か。ああいうのに興味があったら、GM っていうのはね、その GM がいいよっていう回答みたい。だからリビアンよりは GM にしたらどうですかって言ってるんですよね。リビアンも今、ひどいですもんね。ギリアドサイエンシーズはということで、これね、製薬会社ですよね。製薬会社か。B 型肝炎の治療薬とか、あと感染症の治療薬とかね、いろいろやってる会社ですけども、ジム・クレーマー。過去に僕も持ってましたね。ギリアドサイエンスは。大きなことを言うけども、実態が伴ってない、そういう会社なんだって言ってるんですよね。すごいひどい言いようですけども、自分は実質がある会社が好きだから、ギリアドはパスだよって言ってるんですよね。はい、次、AT&T よりはということで、これもちょっと問題ですね。ジム・クレーマーね、すごくね、大きくね、配当を削った時は、この会社のことをボロクソに言ってたんですけども、まあ、ここら辺で AT&T、もう許したよみたいな。今はね、そんなに悪く思ってないよみたいな、そういうこと言ってたんですけども、まあ、ジム・クレーマーね、今回何言ってるかっていうと、自分はね、どっちかというと、やっぱね、AT&T じゃなくて、ベライゾンの方が好きだよと。でね、CEO のハンス・ベストバーグ、最近ね、マットマレーに来て、いいグロースのストーリー語ってくれたから、AT&T よりはベライゾンが好きだよと、そうやって言ってるんですよね。はい、次。バークシャー・ハサウェイは A でということで、ジム・クレーマー、いいと思うよと。で、特にね、最近は以前よりもいい仕事してると思うよと。素晴らしい回だと思うよって言ってるんですよね。どんどん上がってきてますよね。さすがですよね。はい、次。ユナイテッド・エアラインズはということで、ジム・クレーマーね、今ね、航空会社の株進めないよって言ってるんですよ。単純にちょっとタフすぎるんじゃないかなと。今の時期はちょっと航空会社はなと言ってるんですよね。はい。はい、すいません。ちょっと時間になってきたので、一応、また後でチャート見ながらね、後半の説明もしていきたいと思います。ではですね、猫ちゃん行きたいと思います。
はい。今日もよろしくお願いします。聞こえますかね？猫かぶさん本当ありがたいです。これいつもプロフィールに貼り付けていただいてあります。はい。今日もなりました。よろしくお願いします。それでは最初に、こちらの方ね、ダウ、来ましたね。はい。ダウがプラス 0.31 スタート。それから S&P が、0.06。ナスダックがどう出るかです。出てからせっかくなので、あれを出してきますね。なんだっけ。1分足をちょっとまた出してきますね。あ、わかった。これ、あれか。僕、あれがいかんかったな。バックミュージックがいかんかったのか。ナスダックもうじき出てくると思います。その前に半導体がやってきます。どうかな？なかなか出てきません。お、今日珍しく遅いですね。あ、出てきました。半導体変わらずです。ね。ナスダックが出てこい。あ、ちょっと上がった。ナスダック出てこい。出てきました。微妙ですね。上がりも下がりもって感じですね。はい。それでは各個別銘柄の方も見ていきます。あ、1分足でどうなってる？あ、1分足めちゃくちゃ上がってますね。あれ？これ見えますか？ 1 分足。1分足のナスダックは先物めちゃくちゃ上がってます。乖離してんのかな？ナスダックと。はい。ちなみにあと、イーサリアムを見ていいですか？イーサリアムはちょっと上がりすぎて今、どんどん、今ここですね。落としていってますね。どんどんって1分足なので、もう本当に、うわうわうわ。1分足だと本当になんか面白いですね。下がりがすごいですね。はい。こんな感じですね。それでは、米国株の方の、あれを見ていきたいと思います。こっちの個別の方をね、ちゃっちゃーっと行ってきますね。主だったところ行ってきますね。今、スタートしてから。アップル、アマゾン変わらず、もう0.5% 以内は変わらずって言ってきます。はい。Google が 0.63。メタまだ下がってますね。0.84 スタートです。まだ落とすのか、これ。アリババが 2.84。ちょっと戻しましたね。昨日かなんか決算ありましたよね。で、なんか、落としましたよね。118ですもんね。アリババ 3.27 も、だいぶ上がってきましたね。だいぶ上がりました。はい。ツイッター 1.61 また下げてます。NVIDIA がちょっと下げてますね。1.35 まで落としてます。スクエア、まだ、ブロックまだ落とすのか。100切るんじゃないか？ちょっと危険ですね。本当に危険ですね、これ。コインベースが 2.38。主だったところ。スターバックスまた落としてるな。0.74 ですけど。マクドナルドは変わらず。はい。ディズニーも変わらず。ディズニーまだ明日ですもんね。ハリバートンちょっと落としてます。エネルギーちょっと落としてますね。フォードまだ落としてますね。フォード GM がちょっと落とし方がひどいですね。車の方が。フォードこんだけ落とすのか。GM5% も落としてます。アラートが鳴りました。フォードが鳴りました。俺、フォードここでも買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと見ますね、また。アラートが鳴りましたね。テスラも落としてます。テスラでも 1% ぐらいですね。
あとは、主だったところは、オラクルはまあ、1.02 ですね。逆に上がっているものは、銀行系がちょっとだけ上がってます。アメリカンエクスプレス、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレーは上がってます。ちょっとですね。おっと。ファイザー落としてますね。4% 落としてます。あとまたチャート見ますね。決算だったかな？この決算前後ですもんね。それから、バンクオブアメリカ、シティグループ、金融系が今日いいですね。上がってます。コストコ変わらず、eBay 変わらず、ヒューレットパッカー変わらず、アドビちょっと落とし、0.5 落としてます。通信系はそんなに変わってません。T モバイル、AT&T、ベライゾン変わらず、グルーポン変わらず、シェブロンはエネルギーちょっと落としてます。JP モルガン、がいいですね。1.91 ですね。あとなんだっけ、そこ。宇宙開発のとこが昨日良かったみたいですね。なんだっけ。どこだったっけ。これかな？セイレオンテクノロジーズとか他もありましたね。なんか良かったと思います。IPO 銘柄スナップがなんかスナップ金曜日 58% 上げたんです。これ知ってました？なんか 20% 下げて 50% 上がったんですよね。ちょっとユナイテッドヘルス一回消して、スナップ出るかな？これ見えますか？ちょっとこれかなり SNS 荒れてましたね。確か、木曜日かなんかにFacebook っていうかメタが落として一緒に落ちたのに、この決算がその次の日にあったんですよ、スナップが。それが良かったみたいで、これ幅がちょっと見にくいかもしれないですけど、20% 落として 50% 上がったみたいな。まあちょっと、なんとも言えないですね、こういう IPO 銘柄。ほんと読めませんね。はい。ということがありましたと。ことです。これデュポンのとこだ。これ何？ユナイテッドヘルス入れてたんだな。はい。という状態です。それでは、ちょっとここから特集じゃないんですけども、決算、そうそう、この実はさっき、なんだっけ、ジム・クレーマーさんの番組を見せたと思うんですが、これなんで見せたかっていうと、実は今回の、先週ね、決算が前半大型株があったじゃないですか、ガーファムが。で、このガーファムがあって気づいたことって皆さんも気づいたと思うんですけど、大型株でも、ここにちょっと題書いてあるんですけど、好かれた株は急上昇だけど、嫌われた株は大暴落。そうですよね。そのメタとか、NVIDIA じゃねえわ。ネットフリックスとか、大型株にもかかわらず、決算がこけちゃうと、20% ぐらい落とすということが今回ありました。本当に珍しいことだなと思うんですよ。なのですごく、この今回の決算で分かったことっていうのは、今まで前半戦では、決算の、時にトレードっていうのは、本当に慎重にしなきゃいけない。上がる下がるが分かりにくい。で、皆さんもこうインターネットの関係で情報がもうかなり錯綜してるっていうか、すぐ情報が手に入る時代になったじゃないですか。SNS も発達してるし、もうポストプライムもそうですよね。もういろんなもの見れるわけですよ。で、みんながすぐに情報を集められる時代になった。ということで、すごくその決算においても、極端に結果が出やすいということが分かったかなと思います。なので、今から考えていくと、決算のところは静かに見守って、決算が終わった後に、値動きが落ち着いたところでさあ、どうするかって考えた方がいいんではないかなっていうのが、今回、決算を見て、僕も学んだことではあります。そういう意味も込めて、この決算が前後しているものを、株価見ていきたいなと思います。
それでは、これ1分足ですね。またちょっと今、ナスダックが、すごいですね。やっぱ1分足は。キューンって上がってますね。まあ、先物と乖離してると思うんですけど、これキュンと上がってるの。これ、あと、お見せするの、これ、気づきましたかね？キュンと上がったことだけじゃなくて、これナスダックの先物なんですけど、下見えますかね？取引高。ここ。出来高っていうんですか？で、11時半になると先物も、ぐーんと上がってますよね。ここ、グラフが。11時半で。はい。先物ってずっと、あれです。24時間じゃないですけど、まあ、正確に23時間、1時間休憩して23時間取引されるんですよ。で、取引がずーっと朝7時ぐらいからずーっとあって先物が。で、このアメリカ市場と同時に先物も、乖離っていうんですかね。例えば先物がずーっと下がっていって、その、ナスダック、まあ、本物のナスダックって言い方おかしいですと、価格が調整されたりする場合があります。同じような位置に行く場合がある。で、その時急騰してるように見えたりとか、で、出来高が増えたりもします。基本的には先物も11時半になると出来高が急に上がる。この1時間は一番、値動きがやっぱり大きいと思いますね。はい。この出来高見るとすごいわかりやすいですよね。はい。それでは、これちょっと待ってくださいね。S&P、こっちじゃないわ。こっちイーサリアム出しちゃったんですよね。いっか。S&P はいいですね。今日は。こっちで見ればいいですね。1分足面白いですけど。まあ、今、S&P0.00% でした。珍しい。全く変わってない。0.00、0.01。ほぼ変わりません。はい。それでは、個別株の方ね、順々に見ていきたいなと思います。S&P 出てましたね。指数はちょっとこれ飛ばします。はい。もう、気づかれたかと思うんですけども、先週の金曜日から、Amazon が V 字回復を決算終わった後しました。終わりました。ね、これ終わった後が僕問題だと思ったんですけど、終わってからもし Amazon がちょっと下がってきたら、いい状態かなと思います。Amazon この間書かなかったですけど、この急騰急落とかしたので、ここのリスクリワード書かなかったですけど、今3147ですが、次の決算もね、予想ね、ちょっと悪いんですけど、でも、この上昇トレンドには引っかかってくれるかなと思うので、この3000のところ、はい、3026のところ、ここはね、一つポイントかなと思います。はい。やっぱ決算終わってからこの1週間で、チャンスがあれば見ていただいた方がいいかなって思います。Amazon はいい例だと思います。はい。まあ、こう下がってきたところでちょっと、相場が来るかもしれません。これちょっと上がり続けることはちょっとないような気がしますね。さすがに。はい。Amazon はそんな感じです。はい。それからですね、Google はまだ下がり止まっていません。そんなに決算終わってからでも、キープ、ちょっと下がりましたけど、この間。でも、まだそこまで悲観するほど下がっておりません。正直言って、上昇トレンドかなーっていうところ。まだまだ買い場が来ない状態ですね。はい。僕の場合、まあ、この2500まで来ないと買えない。今2773なので、まだまだ上昇トレンドにいるなという解釈であります。Google は。はい。問題はこれをどう受け止めるかですね。メタは今日も下がってしまって224ですよね。で、一応サポートラインつけました。219っていうところが次落としたら2020年のコロナの前の水準までサポートはありますが、もうここ落としたら本当とんでもないです、もう。はい。ないっていうかもう203までないので、
はい。で、GMO クリック証券は、売りが禁止になりました。ついに。これ、メタでね、売り金が出たなんて初めて見ましたね。はい。大型株で売り金が出たのは珍しいと思います。ほんと、みんな売ろうとしてるんですかね。だからまだ、そのメタバースとかは、かなり先の話で、本当に今のその SNS のあり方とか、それから広告収入のあり方っていうのを考えさせられたですね。はい。復活するんかなっていうぐらい、まだ。はい。金曜日だから買われると思ったんですよ。ちょっと V 字回復するかなと思ったら全然ですもんね。今も下がってますもんね。というメタはちょっとまずい状態というか本当に思います。まだちょっと V 字に見えるまで当分いつになるんだろうっていう感じですね。はい。決算終わってからでも売られているという状態であります。次ですね。アリババ。アリババ決算やっぱダメでしたね。はい。ギザ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 ってなっちゃってますね。相変わらずリスクリワードかけてません。決算が失敗というか、決算が予想も低かったですけど、さらに上回って低いですもんね。損益もついにマイナスまでは行ってないですけど、あとなんか噂っていうか、ソフトバンクがもうアリババ売っちゃった？ソフトバンクかなりアリババ持ってたんですけど、なんか売ったっていう話もあって、余計にそれが悪い方向に売られたってことでね、また低い位置に来ちゃいましたね。はい。ちょっと、今の位置は最低水準のところ、119? 121ですか。そうですね。これがね、110、ちょっと、110まで切ったらもう大変です。はい。はい。3回ほどつけてるんですけど、110を。今また、今日は、ちょっと戻してますね。120まで戻してますね。はい。本当まだちょっとわかんないですね。アリババ買えっていう人いたら怖いです。もうギャンブルですね。で、ジム・クレーマーさんもここ話し方、ツイッターですね。ツイッターも決算は来週っていうか、あさってあるんですが、もう見ていただくとわかるように、とてもじゃないけど、買いたいと思えるチャートではないです。ショートもう下がりきってるので、もう何とも言えないですね。はい。そういえば、ペイパルの CEO かなんか解任か解雇されるみたいですね、やっぱ。ツイッターもこれ前の決算の時です。すごい悪い時に CEO 解雇されたかなんか、ジャック・ドーシーさんでしたっけ？なんかそんな話ありましたよ。で、また余計下げたんですよね、ここで。はい。やっぱ、決算とか株がすごい落ちると CEO 責任取るんですかね。ペイパルがなんかそんな話が出てましたね。ペイパル出してないですけど、ずっと決算後も悪いですね。というか、フィンテックがもうずっと悪いです。はい。次、ペイパル出してますね。はい。コインベース。ビットコインの絡みで、これテクニカル上ですけど、すごい三尊天井になったんですよ。はい。なってるんだけど、これを底値で買い場かどうかっていうのが今までの下げがすごすぎちゃって、コインベースが。もう半値ぐらいになってたので、今のこれを楽観して買えるとはちょっと思えないです。昔だったら、僕だったらなんかちょっと、これがね、ビットコインとかだったら、もうちょっと買いかなとかって思うんですけど、株だとね、またちょっとこれまだダメなんじゃないのって思える。なんかこの逆三尊が、ほんとどうなのって思える感じ。なので、まだリスクリワード書いてないです。トレードできる状態じゃない。しかも、コインベースは3日後ですよね、決算が。余計ですね。はい。余計にまだ決算見ないと
バーンと上がっていくかどうかもわからないという風にしてあります。はい。で、さっきちょっと CEO の話しましたけど、ペイパルはもう残念ですが、今の位置。そうですね。300から123、今120いくつ ?123 まで落としてしまいました。まあ本当にね、僕も持ってましたけど、こういう半値以下になる株ってもう辛いですね。はい。でもこういうことが大型株でもあり得るってことです。もうペイパルも十分大型株だと思いますんでね。こういう、はい。皆さんもチャートを見てくださってるので、ね、わかると思うんですけど、やっぱり下がってきている、なんていうか、チャートっていうのは、私たちでは底値っていうのはなかなか見ることできないなって感じます。例えば、これで言うと僕は反省ですけど、ペイパルの、ここですね。この近辺、揉み合ってたじゃないですか。僕、ここで、買い入れたんですよ。はい。ダブルボトムかもしれないと思って。でもやっぱ経験で気づいたのは、下がっている、状態の中で、まだこれ、止まってる段階なんですよね、見てると。下がり止まってる。だから、こっからまた、落とすかもしれないじゃないですか。言い方変えると、カップイズハンドルになってないじゃないですか。これが。はい。なのに、下げ止まったかなとか、思ってしまったところはね、反省かなって思います。FX の方とかでも、こういう動きをするときっていうのは、例えば、こう来て、ここで揉み合って、落とすっていう、こういう定石もあるんですよね。はい。こういうチャートもあります。ペイパルはもろ、今回そうでした。はい。冷静に考えればそういうこともあるなと。はい。だけど本当残念ですね。この企業、潰れることはないとは思うんですけど、アリババもそうですけど、心配ですね。はい。なんか決算とかができなくなったりするんですかね。ちょっと心配です。はい。それでは、決算終わりで、ちょっとこれはあれですけど、次行きますね。これ、はい。マイクロストラテジー。これもビットコイン絡みですけど、まだ、決算終わりましたが、上がったとは言えない。まだわかんないですね。だからリスクリワードが入っておりません。はい。ちょっと下げ止まっているかもしれないけど、今のね、ちょっとペイパルと同じかわかんないんですけども、まだ下落の方が強い。下落トレンドの方が強いなっていう見方です。上昇トレンドの方が、まだまだ、本格的にここダブルとか、もう本当に、この400、今、10ですよね。このサポートライン、450を超えてこないと、上昇トレンドだっていうのはちょっと言えないなと思いました。はい。マイクロストラテジーはそういう感じです。それから、マクドナルドは、もう、いいですね。はい、いいです。いい形です。下がってきてほしいなってずっと思ってるんですけど、なかなかこれがまた。はい。決算終わって買いたいなと思ってても、高い位置にずっといます。綺麗な上昇トレンドをずっと続けています。はい。本当に週1回、もうマクドナルドは確認して、安いとこで買いたいと思って待ってます。はい。決算後ですね。それから、ディズニーですね。さっき、ジム・クレーマーさんの話がありましたが、ディズニーが、明日ですね。決算が出た時に、ここボトムにだいぶ下がってるので、多分、今 PR とかも、割安感出てない。でも130か、まだ。PR130。でも EPS が 1.10 でかなり低いですね。割安感は出てるはずですね、これ。はい。
なので、まあ、ちょっとでも、そうですね、オンラインのディズニーの結果、ディズニーランド自体の集客はなかなか難しいかもしれないですけど、オンラインっていうか、なんていうんです、ストーミングっていうんですか、動画。あっちの方がね、どういいかにかかってると思います。ここで、まあ、希望的観測ですけど、こういうふうに行くようだったら、これ、見方ですけど、やっぱ綺麗なボトムになるんですよね。はい。なので、本当ディズニーはボトムになってほしいなって思います。あと、ダウとかの銘柄にもやっぱり影響してくるのでね。はい。まあ、ナイキとかディズニーあたりはね、頑張ってほしいなと思います。あ、そうですね。この隣もナイキもそうですね。ナイキはもう決算12月で終わってしまったので、ちょっと今、下がってきてるんですけど、オリンピックとかあんま関係ないですね、ここも。スポーツメーカーは、そういうイベントには敏感かなと思ってるんですけど、アメリカの株なのかしらない。今日も下がってますね。はい。今、僕はそうですね、ちょっと微妙なラインというか、買い場なのかどうか、143.5 なので、そうですね、ちょっと買い場かどうかがまだ微妙ですね。これもうちょっと上がってきたりしてこないとわからない状態です。はい。はい。それでは次行きますよ。エクソンモービルとハリバートンはすいません。僕のテクニカルだと何とももう言えない状態になっております。2つとも、はい。ダメです。わかりません。もう上がりまくってるので、すごいですよね。エネルギーは。はい。あれ、今日でも原油は、でもこれ、そうか。今日は下がってるんですね。原油も下がってましたよね、確か。そうですね。原油も下がってて、エクソンモービルも、ハリバートも下がってるという状態ですね。あれ、どこ行ったんだ？すいません。ちょっと今どっか行っちゃった。これか。はい。でした。まあでもこれまだショートできないですね。まあエネルギー株買いたいと思ってる方いると思うんですけど、ちょっと難しいですね。すいません。ちょっと、あれですね。TikTok の方で質問が来てるので、ちょっと答えますね。仮想通貨のアルトコインを分析されてる。一応、最近はしてないですけど、今はしてませんけど、ちょっと前まではしてました。簡単に、銘柄だけ紹介しますね。いかん。ごめんなさい。これ、Google 出ちゃった。ですね。アルトコインは分析してるの40銘柄ぐらいです。パッと言うだけ言いますね。すいませんね。ビットコイン、イーサリアム、BNB、ソラナ、エイダ、XRP、ポルカドット、ドージ、シバ、ルナー、ライトコイン、マティック、ビットコインキャッシュ、アルゴランド、これなんだっけ、ステラルーメン、アトム、イーサリアムクラシック、FTT、これ、FTX トークン、それから、ファントム、エンジン、ケイク、バット、クォンタム、OMG、IOST、シンボル、サラム、MX トークンか、サンドボックス。ここメタバース系ですね。マナ、ルーセントラランド、アクシス、スターリンク、なんだっけ、イルビウムだったかな ?USO ゲーミング、MBOX、シータテレビかな寿司スワップ、ワックス、プローム、ジャスミンはちょっと冗談で作って、これくらいですね。バーっと言っちゃいましたけど、土曜日に今週もしかしたら、今、ビットコインとかも上がってきてるので、今週の状況を見て、
ボトムかどうかの買い場をやっていこうかなと思っております。今、現在自分が分析している銘柄は、だいたい仮想通貨が45銘柄、アメリカの株が70銘柄、中国、香港株が24銘柄、世界 ETF が21、ランキング、だいたい200銘柄ぐらいやってる状態です。で、よろしいでしょうか。はい。すいません。それでは、こちらの、今日はね、米国株の決算のことを中心にやらせていただいてます。いいですね。じゃあ、これですね。さっき出てきた、自動車メーカー、フォード、ゼネラルモーターズですけど、フォードがね、GM クリック証券でまた売り金になりましたね。これもう、なんでと思ったけど、みんなぶん投げてますね、今。もう、買い場からね、すごい落としてしまったので、僕もびっくりしちゃってます、これ。今日も落としてますね、4%。5%か。ちょっとね、何がフォードそんな悪いのって感じはしてます。はい。ファンダメンタルでなんかすごい、決算はね、ちょっとこけたっぽいんですよ。はい。予想が、予想 0.45 に対して実際が 0.26 で、マイナス 42.1 だったので、確かに、実際の方が悪かった。それから、損益はね、別に悪くないんですよ。はい。利益も、売上も、利益も出てる。今回は。状態だったのに、予想より下回った。他のなんかガイダンスか何か、僕ちょっとそこファンダ見てないですけど、ガイダンスが悪かったのかな。ということで、フォードがガーンと落としております。まだちょっと落としてるので、ちょっと状態見ないとこれ買えないですけど、でもどっかで買おうとは思います。はい。今、売り金中でございます。で、GM も落としてます。自動車産業、GM はね、あれが悪かったです。予測と結果は良かったんですけど、結果の方が実際良かったんですけど、利益が落ちた、すごい。Q4 で。純利益と利益率が悪かったですね。売上は良かったんですけど、利益がすごい良くなかったですね。はい。それで落としてる可能性はあるのかなという状態です。なので、ここちょっとテクニカルが変わってしまったので、またちょっと直したいと思います。これ、買い場が変わってきました。はい。GM 悪いわけじゃないと思うんですけど、ちょっと今の落としてる位置がかなり安いとこまで行ってるので、また書きます、これ。はい。決算後なのでね、ほんと様子見て買いたい方は買えるようにちょっと設定もしていきたいなと思います。テスラですけど、テスラは、って感じです。まあ今なんか最近穏やかだなっていう感じです。コカ・コーラですね。いやー、あさってですか。楽しみですけど、また下がらない。コカ・コーラは下がらないっす。はい。もう数字のとこずっといますね。はい。さっきジム・クレーマーさんも言ってましたけど、僕もコカ・コーラと、マクドナルドは最強コンビですね。いや、これ本当に買い場が見つからない。決算どういう風に。でも、ただ、前も言ったんですけど、決算の予想がすごい落としてるので、冬場かわからないですけど、冬場やっぱり予想良くないですよね。これどれだけ実際、いい決算出してくるかが楽しみですね。木曜日。なので、金曜日の動きですね、コカ・コーラは。はい。と思います。あとですね、ペプシも同様木曜日ですね。ペプシもね、冬なのに強いっすね。はい、強いっす。でも予想は冬場なので良くないっていうか、まあ、前回よりも予想は悪い予想を立ててます。
売上の予想とかは、前回は利益も、純利益も高い。高いですね。はい。チャートも上昇トレンドの上にいます。なので、僕的には決算でちょっと落としてほしいという願いがあります。まあ、200日の平均線より上にいますね、だいぶ。という状態です。はい。P&G も変わらず高いです。下がってきませんね。強いですね。ずーっと日用品が。はい。という状態です。なかなか買いません。ここはいいですね。インテルをちょっと注目したかったです。インテルが1月26日に、決算が終わって、その後、インテル決算良かったはずなんですよ。で、上がったんですね。ちゃーんと。だけど、そこからズル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 と落としてきたんです。で、今ちょうど買い場かなっていうところに来ていて、僕的には安い位置でいいかなって思っております。はい。半導体銘柄今ね、値がどう見るかですね。その下がり止まってるか落ち着いてるか、NVIDIA とかもそうですけど、ちょっと今日は出してないですけど、NVIDIA、確か来週決算がその次の週だと思うんですが、今下げ止まってる気がするって感じです。はい。安い位置。IBM も、IBM は逆にちょっと上がってたかな確か。はい。まあ、インテル 3% あるのでね、長期増配があるので、下がった時に買ってもいいかなと思って、もうちょっと下がったら見たいなと思っております。あと、金融業界はこれ見ていただくとわかるんです。さっきも言いましたけど、今日も上がってましたけど、アメリカンエクスプレスももうすごい高い位置です。だからゴールドマンサックスは、決算終わってから、わーんと落としたのにすぐ戻ってきちゃいました。見えますかね？買いたいと思って333で設定したんですけど、一回つけても V の字に行ってしまいました。はい。今、いくつ ?370 まで行っちゃって。はい。ここ。上昇トレンド書いたんですけどね。もう、すごいですね。銀行がこんだけ値動きするなんてって感じです。はい。ちょっと前、後悔してますけどね、これ。次が、すいません。ちょっとモールガン・スタンレーがショートしちゃってますね、今。出てきました。モルガン・スタンレーも同様。もう金融株は高い。アメリカン金融株は高い。あれもうこれ、モルガン・スタンレーもしかして過去最高値かな？違うか。ちょっと、2019年とか出てこないな。あれちょっと週足、今ちょっと週足出しますね。過去最高ですね、これ。モルガン・スタンレーは。すごいですね。今の位置、過去最高値でした。ということで、今、だからか。なんかすごいひげつけてるな、ここ。過去最高値のとこタッチして、売ろうとしてるっていうか、なんて言ったらいいんです？ここをレジサポラインっていうか取って、そうですね。今落としてますけど、今これもしかしたらせめぎ合いですね。過去最高値の。今そういう位置にいます。見えますかね？ここ。今パーンとひげつけて落としてるんですよ。4時間足で。はい。で、ちょうど落としてる位置がこの赤い、ここですね。106.29 というところでサポートされているというか、ここからもし上げてくる力強いものがあれば、過去最高値をぐーんと抜くと思います。今面白い位置にいますね。本当ですね。この106のあたり何度も試してますね。なるほど。銀行株が新高値をつけようとしている。じっちゃまはこういうの好きですよね。新高値好きな人。なんでそのままにしないんだ。なんで新高値をつけるときに売るんだとか言ってますね。じっちゃまは。はい。
モルガンスタンレーはそんな感じです。アフラックは、はい、まだ高いところです。ということで、ちょっと、決算終わったんですけど、なんとも言えない。買いもできないっていう状態。それから、金融系のビザが終わりましたけど、ビザは高いままです。ずーっと高いっす。はい。という状態ですね。はい。ジョンソン&ジョンソンも高い。なんか決算終わってから高いものばっか拾ってる気がするけど、高いです。なので、ハイテクに目を取られがちですけど、決算銘柄とか後見ると、ダウの銘柄に関しては、そんなに落としてない銘柄もあることはわかるかなと思います。そんなに悲観することないというか、ね、こういう安定してる、企業とか見ていただくと、しっかりね、買い場もあるかなっていう感じはしますね。しかも増配もありますしね。なんで今は増配銘柄を注目してる。どうしても去年までのイメージで、今日も昼間ちょっとTikTok の方です。質問があった時があって、NVIDIA どうですかって言ったんですよ。多分ですけど、去年のやっぱりみんなテスラとか NVIDIA とか、あとビビアンとか、すごい上がったイメージが強いんですよね。だからね、なかなかこう、シフトチェンジしにくいっていうのかな。また低くなったら上がるんじゃないかなって思いがちだと思います。なので本当に広く銘柄を見て、今だって買うときってそうないはずなので、こうやってたくさんのチャートとかを、僕はチャートですけど、例えば好きな人は、ファンダメンタルがすごい好きで、決算ずっと見て、数字見て、これいいかなっていう人もいると思います。で、僕の場合どちらかテクニカル重視なので、なんていうかな、ファンダメンタルはその、上がる下がるのきっかけみたいな感じでね。でも今でもだいぶこう、ファンダメンタル見るようにはなりましたけど、一時期はもう本当に、上がったんだ下がったんだぐらいでしか見てなかったので、今はまあちょっと興味本位もあって、実際どこまで上がるか下がるかはテクニカルで見ますけど、きっかけになるところ、やっぱ決算は避けた方がいいなとか、そういうのはやっぱ思いますよね。はい。ジョンソン&ジョンソンは本当高い、上昇トレンドの高い位置にいるので、落としてきてほしい。1月25日、決算の時は一回ブワーンと落としましたけど、すぐ戻っちゃったのでね。はい。ということになります。あと数銘柄ですね。はい。今日はバーっと喋っていきますね。ファイザー。終わったですね、これ、ファイザーは。だから下がったんですね。予想通りでしたね。ファイザーは決算見てると、予想が 0.87 で、結果が 1.08 で、良かったみたいです。はい。それから、収益も、いいです。これちょっと、ファイザーかわいそうですね、これ。売られてるの。だって、この、今のパッとちょっと待ってください。決算、何が悪いの？これか。売上が、マイナス。これか。ここでケチがついたんだ。はい。売上の予測と発表で売上がちょっと落ちたっていうことですね。予想に対して。もうこれで 5% 売られちゃうんですね。で、次の予想、ファイザーめちゃくちゃいいんですよ。次5月3日に決算がありますけど、そこの予測が過去最高値出してますね。収益を。なのに、落としてます。やっぱみんなもうちょっと、あれですかね、ファイザーを売りを出してるっていうのは、利益確定として見てる可能性もありますね。もういいだろうと。決算終わって。という見方もありますね。売られたっていうよりもなんて言うんです？利益確定の売りっていうのもありますよね。ちょっとこれ図見って書きますね。はい。なんて言うんですかね。もうこんな言い方失礼ですけど、ファイザーお疲れって感じですね。はい。はい。
次ですね。3M。このあたりがちょっとね、怪しいですね。工業系の株がね、やっぱ良くないっていうか、確かにこれ今、下がっていて、ちょうど下がって160と今がね、162なので、1なんですけど、これボトムしてないんですよ、まだ。下がってきてるじゃないですか。上がって下がって上がってっていうボトムじゃないので、これちょっと注意です。まだボトムで上がる気配がないので、数値としては160で買い場の数値なんですけど、値動きが下がってきてるので、まだこれわからないです。こういうのね、テクニカルで書くと、難しいので、こう数字書くと。160で買いかっていうと、もう見ていただくとわかるように、ね、下がってちょっと戻って、下がって戻って、下がって、まだ下落トレンドが続いているようにも見えますので、注意をしてください。で、ここで、僕もいけないんですけど、初心者のところあるので、バイアスがかかってしまって、いや、これ、もしかしたらボトムかもしれないと思って買うと、いや、まだ下落トレンドだったっていうことで、ね、毎回言うように、鉄板っていうか根拠が、ダブルボトムだけでもダメですね。こういう風になって、例えば、相場で、こういうサポートラインが過去にあったりとかして、っていうことであったら、根拠がいくつか重なるので買い場かな。ただ今の言うと、まだ下がってる状態なので、はい。これは160つけてもまだわからないと思います。あとなんかちょっと工業系今弱いですよね。3M とあとどこだったかな。デュポンかな。キャタピラーも悪い。そうそうそう。工業系ですよね、これも。これも悪いっていうか、ダーンと落としてるので、ちょっとわかんないですね。もうちょっと見て、工業系はもうちょっと見た方がいい気はしますね。上昇トレンドの付け根にも見えるし、長く来た下降トレンドにも見えますので、ちょっとこれ、工業系注意かと思います。で、アドビはまあいいね。まだいいです。飛ばします。コストコ、落ちません。eBay、落としてきてます。これ2つともすごい対照的です。同じ、日用雑貨系ですかね。これなんて言ったらいいの？日用雑貨っていうんですかね。スーパーっていうか。eBay も日用系ですよね。小売業で。eBay の方ちょっと注目したいです。eBay は三尊天井みたいな形で綺麗に落としてきて今、もしかしたら下げ止まってるかなと思うんですけど、決算が2月24日にあるので、できればこのあたりで見たいですね。はい。いい決算が出るかどうか下がってきてるので、もう一段落として上がってきたら面白いと思っています。決算はいい予想を出してますという状態です。もうちょっと待ちましょう。多分この2月の24日がね、最終っていうかピーク終わると、ピークっていうかもう終わりだと思います。バークシャーハズウェイも2月23とか。さっきの、あれ ?2 月23もいくつかありましたよね。どこだ？あと何社かありました。はい。ということですね。eBay は様子見て、コストコの方が買いたいんですけどね、本当は。はい。分散投資の一ついいかなっていうふうに思っております。はい。あともう最後の方ですね。ちょっと今消えちゃってます。すいません。シェブロンが消えました。JP モルガンですね。JP モルガンは金融系は上がっています。今金融系はちょっと上がり調子です。はい。これ僕ちょっと素人感覚でわかんないです。利上げをすると金融業界は上がるのかな？やっぱ。なんかそんな気もしてきました。うん。全体的にいいですね。金融業界は。はい。シェブロンエネルギー系はもう測定もうエネルギー全部ダメですね。僕は測定不能です。ずーっと上昇一辺倒です。はい。という状態。これほんとね、冒険者はショートする人いるかもしれないです。本当にわかんないです。まだ上がるかもしれないし。
なんて原油の、この原油価格の、今下がってますけど、やっぱり、この原油価格の下落トレンドが見えてからじゃないと、エネルギー株は、ショートもしにくいと思います。はい。と思いますね。はい。はい。では、最後ですね。シスコ。利上げは銀行にはプラス。やっぱそうですよね。はい。思います。しっかり全部、銀行系上がりますもん。はい。カード会社もそうですね。そうですね。アメリカンエクスプレスもビザもみんないいですもんね。はい。利上げ、金融業界万歳。となるとあれか、ETF、金融、XLE だったかなんかアメリカの金融系の ETF もありますね。あれも多分いいですよね、今。うん。シスコが来週ありますけど、ちょっと動きがくちゃくちゃっとしてます。はい。これって、シスコってナスダック銘柄だったかな？なんかナスダックでもかなり高い位置にいた気がしましたけど、はい。まあ、これを上昇トレンドと見るかどうかですね。はい。ちょっとここがあんまりにも山作ってると怖いので、はい。まあ、決算後見てもいいかなと思います。ホームデポはね、上昇トレンドなんですけどね、やっぱ気になるのが、どうしてもテクニカル上で申し訳ないですけど、トップの形が、ここがあんま好きじゃないですね。これで落としてるので、ダブルトップで落としてるのは気に入らないです。なんか、もうちょっと揉み合って落としそうな感じだけですけど、はい。まあ、どちらにしてもまだちょっと2月23日、もうちょっと先ですね。これは。はい。では、最後にデュポンですけど、今日決算なので、ちょっと待ってください。もしかしたらこれデュポンも出てる？決算が。出てました。あれ？ 2 月の8日になってるぞ。出てます。デュポンは今日は上がっている？上がってました。すいません。5.37 も上がってました。決算終わって、いい決算。そうですね。パッと見ますね。決算の方が、収益の予想が 0.99 に対して、発表がクリア。はい。8.83 プラス。それから売上が予想に対してクリア 6.08 プラス。まあまあ、もう堅実な形でプラスでしたね。それから、売上のところ、収益。利益はあんまり出てないですね。利益は前回と同じよりだいぶ低い。利益率は低いですね。これ、原価とかの問題があるかもしれないですね。化学繊維、そっか。化学物質か。利益率は良くないですけど、売上はまあまあありますね。ということで、今日 5% 上げてますけど、上昇トレンドにいるなという感じであります。決算済みでしたね。でも、もう、だいぶ、これで、あと木曜日にコカ・コーラとか飲料水の関係とかやれば、ピークは越すかなっていう感じですね。はい。ユナイテッドヘルスはいい状態。いい状態って。決算からはいい状態。これ本当に綺麗ですね。上昇トレンド、ちょっとここ落としてますけど、上昇トレンドですね。長く見ていただくとわかりますけど、ほら。
はい。で、まだ下がってきてないので、ユナイティッドヘルスが上昇トレンドのこの付け根に来たら、いい買い場だと僕は思います。配当はそんなにない。1.20 か。だけどこれ、はい。僕的にはこのユナイティッドヘルスはおすすめの銘柄かなと思います。ただ、今、ちょっと高い位置なので、もうちょっと落としてほしい。455ならいいと思います。ということで、もうそろそろ皆さんもダウの銘柄について、安定してきて、ちょっと長期で持ちたいなっていう方は、増配銘柄を注目していただけたらいいかなと思います。ちょっとまとめるとですね、あと見てきますね。ナスダックの1分足いく。こっちでねえわ。って言ってきますね。アマゾンはまあまあいいかもしれません。ここはダメです。マクドナルドも当然狙っていってもいいと思います。まだ待ちですけど。あと、ナイキじゃねえわ、スターバックス出してないですけど、もうちょっと見たら、かなり今割安感が出てるらしいので、スターバックスは見といてもいいと思います。エネルギーはダメです。フォードはこれ人によりますね。やっぱり。はい。人によると思います。コカ・コーラですね。ペプシですね。P&G もちょっと待ちが長いかな。ずっと高止まりしてますけど。インテルも、もうちょっと下げたら面白いと思います。金融系は、待ってほしいです。待ってほしいな。今がちょっと高い。全体的に高い。なんでこんな遅いの？出ません。ジョンソン&ジョンソンももうちょい待ち。すいません、待ちばっか言ってて。あれ、だいぶ遅いですね、これ。最後でバグっちゃった。まとめて終わろうとな。ファイザーダメです。3M と工業系は下落を見届けてほしいですね。バークシャハザウェイ来週出します。そうですね。ここちょっと待ちですね。コストコ、イーベイ。ここは見といてほしいです。エネルギーはダメ。なんでこんな遅いの？すいません。JP モーダン。金融系ですね。ホームデポ。ダメだな。あとユナイティッドヘルスか。あと、宇宙のところ。あれも、どうかな？俺今回、セイレオン出してないですけど。すいません。いくつか出してないのはあるので、やっぱり。70銘柄全部出せないので、来週出すか。はい。はい。ユナイティッドヘルスということになります。はい。それでは、あさっての話して終わりますね。あさっての方が、もうずっとコモディティも気になってると思います。ずっと上がり続けているので、これね、いつ、買い場が来るんだろう。上昇トレンドずっと持ってらっしゃる方もいると思います。実際に僕は、コーンは、ロングで、持ってて、利益は出てますけど、まだずっと持ち続けています。はい。ボラティリティも高い銘柄とかもあるので、もう少し、ハードコモディティ、ゴールドから、シルバー、プラチナ、パラジウム、このあたりとかもそうですし、いろんなコモディティをもう一回、分析をしていきたいなと思っております。で、土曜日は多分、今の状態だったら、久しぶりに、ビットコイン、アルトコインと、分析をね、してテクニカルの話もね、していきたいなと思っております。はい。そんな感じです。パッパッと今日話していきましたけど、今日は、あんまり冗談が話せなかった。はい。でしたけど、特集も特になくて、バーッと話してきましたけど、いかがだったでしょうか。はい。じゃあ、また、
今日ニュースをこれで流して、終わりたいと思います。じゃあまた木曜日のね、11時に、お会いできたらと思います。楽しかったですか？ありがとうございます。今日あんまりなんか、すごい真面目な、解説だったなと思って自分で、雑談があんまりできずに言っちゃいましたけど。はい。ありがとうございます。はい。それではまた、木曜日お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。